こんにちはったらこんにちは。いつもです。夫婦に教えるマイコンプログラミング6限目。今回はフォーループについて勉強していきます。フォーループっていうのは、あるコマンドを決まった回数繰り返したときに使われるループです。前回の if 文と今回のフォーループで、およそプログラミングの基本となっています。ちょっとややこしいですが、頑張ってついてきてください。それでは資料の方を見ていきましょう。はい。ではですね、フォーループの使い方を勉強していきます。よいしょ。でですね、フォーループの組織はこんな風になっています。まずですね、for っていう書いて、フォーループっていうぐらいなんで for を書いて、で、括弧を書きます。で、よいしょ。で、int の変数をここで宣言しています。例えばですね、今ここは、i ですね。i っていう変数を宣言して、0で初期化しています。でその次が、よいしょ。で、これ論理式ですね。で、この論理式は、i が4よりも小さい時に真になる論理式になります。その次が、よいしょ。で、インクリメント演算子って言ってですね、この i++ っては何かっていうと、i イコール i プラス1と、ほぼ同じ意味です。なので、このコマンドを1回実行するごとに、i が0から1、2、3、4っていって増えていきます。なので、この論理式ですね。i が、4よりも小さいっていうのが成り立つためには、i は0と1と2と3までですね。4になっちゃうとイコールになっちゃうんで、これ成り立たないので、0、1、2、3の4回回すことになります。ですね、まとめると、整数の変数を宣言して、論理式、これですね、が真の間、実行したいコマンドを繰り返す。ここでぐる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 と回ります。で、i++ っていうのは、ループを1回回すごとに i を1ずつ増やすっていう意味のコマンドです。インクリメント演算子って言うんですね。で、i++ があるぐらいだから、当然 i-もあります。で、i-は、1ずつ減らすっていう演算子になります。で、この例だとですね、この実行したいコマンドっていうのは、i が4より小さいが真である間ですね。つまり、i イコール0、1、2、3で、1、2、3、4で4回ですね、繰り返されることになります。ではですね、実際に、フォーループを使ってみましょう。で、よいしょ。いつものやつですね。void の LED ブリンクっていう関数を宣言しています。この on っていう引数と off っていう引数で、LED が光ってる時間と光ってない時間を、規定しています。ここね、これが引数です。で、次にセットアップを、例によって例のごとく、いつものようにピンモード、13番ピンをアウトプットに、設定しています。で、ループですね。このループの中に、for ループが入っています。で、さっきと同じように、int の i イコール0で宣言して、i は4より小さいっていう範囲で打きます。で、1回ループが回るごとに i がプラスプラスで1個増えていきます。なので、この LED ブリンク200の200ですね。200ミリセック LED を光らせて200ミリセックお休みするっていうのを、4回繰り返します。で、ですね、その後、ディレイの1000。要するに1秒1000ミリセックお休みするっていうことになります。なので、1、2、3、4回ぐるっと回ってから1秒お休み。なので、チカ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 お休み。チカ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 お休みっていう風な動きをするはずです。はい、実際にやってみましょう。はい、それではですね、最初のプログラムの方の、実習をやっていきます。で、ですね、あれ、で、最初の方はですね、いつものように、LED ブリンク
がここに入ってます。で、その後のセットアップもいつも通りですね、ピンモードの設定になります。で、よいしょ。で、ループですね。で、このループの中で、for 文が入ってます。で、for を i イコール0から、4まで。で、i++。で、i が0、1、2、3、4っていう風にインクリメントしていくんですね。なので、4回、LED ブリンクが実行されてから、1秒待つと。で、その LED ブリンクの中身は、200ミリセック光って、200ミリセック、お休みするっていう風な、プログラムになっています。では、やってみましょう。この光をご覧ください。よいしょ。書き込み終わりました。1、2、3、4、休み。1、2、3、4、休み。1、2、3、4、休み。っていう感じですね。この、for ループで4回 LED ブリンクを繰り返した後、1秒休みという風になっています。試しにですね、ここ、6回とかにしてみましょうか。6回とかにすると、よいしょ。2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6ですね。っていう風な、光り方をします。一つ目のプログラムの実習は以上になります。はい。プログラムの方動いたでしょうか？またなんかあれですね、おかしなところとかあったら、コメント欄の方で教えてください。直ちに修正します。一応ですね、動作確認はしてるつもりなんですけど、間違いはあるかもしれません。でですね、宣言した i はループ内で使えますというお話をちょっとだけします。で、こっちがですね、先ほどのプログラムです。で、これをどう変えるかというと、こう変えます。で、変わったところはですね、さっきまで、i は0で初期化してたんですけど、今回は、i イコール1で初期化します。何もですね、この変数は0からスタートしなきゃいけないっていうことは全然なくて、1から始まろうが100から始まろうが全然構いません。この論理式さえ、真の状態が保たれればループは回ります。で、今回はですね、i が1から5より小さいっていう条件なので、よいしょ。i はですね、1、2、3、4まで動きます。で、さっきと同じように i はプラスプラスですね。で、ここがミソなんですけど、LED ブリンクの 200×i、200×i になってます。なので、1周目は、i が1なので、200ですよね。見えるかな ?200。で、次は、2周目は i が2なので、2×200 で400。で、次はですね、i が3なので、100。で、その次は800になります。200ミリセックの地下から、400ミリセックの地下になって、で、次は600のっていう風にですね、点滅してる間隔がどんどん長くなっていくはずです。じゃあこれも実際にやってみましょう。はい。ではですね、2つ目のプログラムの実習になります。ですね、よいしょ。で、プログラム的には、さっきの LED ブリンクとセットアップは同じです。で、ループの方も、ほとんど同じなんですけど、1個だけ違うところがあって、1個じゃない、2個ですね。で、i がですね、0からじゃなくて1から始まってます。これ後で、i を使うので、0だとちょっと都合が悪いので、1から5してます。実際にはプログラム自体は1、2、3、4っていう風な回り方をします。で、LED ブリンクの引数の中身ですね、のところが 200×i、200×i になってます。で、ループの中で i が1、2、3、4って増えていくので、1回目は i が1なので、
200×1。2回目は 200×2 で、要するに、1回目は200ミリセック、2回目は400ミリセック、3回目は600ミリセック、4回目は800ミリセックというふうに、光ってる時間と待ち時間が伸びていくはずです。で、いつものように、で、1回光ると、1回じゃないですね。その4回光った後、1秒待つっていう風な作りをしています。では実際に動かしてみましょう。ランプの方をご覧ください。1秒待ち。1、2、3、4。だんだんですね、光のテンポが遅くなっていって、4回光った後、1秒待つという風になるのがわかるかと思います。こんな風にですね、ループの中で、フォーループの中で i の値が使えるということの実習をやりました。今回の実習は以上になります。はい、どうでしょうか？ちゃんと動いたでしょうか？で、まとめになります。でですね、フォーループの書式としては、こんな風になりまして、これはですね、コマンドを一定数繰り返したいときに使えます。で、for の後の括弧の中で変数を宣言して、この論理式が真の間、ループを繰り返すことができます。で、この変数はですね、普通はこのインクリメントですね、i++ のインクリメント演算子で1ずつ増やすっていう風な使い方をすることが多いです。稀にですね、僕はあんまりやったことないんですけど、i マイナスで i を減らしながら使うっていう使い方もあります。その時はですね、i は、例えば4以下じゃなくて、例えば i が0以上の間、コマンドを繰り返して、で、i が0になったら終わる。そういう風な使い方をすることもたまにあります。でですね、ポイントなんですけど、この変数、ですね、宣言した変数は、この括弧の中のコマンドの中で使うことができます。はい。というわけで、フォーループについて説明しました。どうでしょう？使えるようになりましたでしょうかね。冒頭でも言いましたけど、前回の if 文とこのフォーループがあれば、当面の間は大丈夫です。で、実際のところコマンドは他にもたくさんあるんですけど、必要になった時点でまた紹介していこうと思います。はい。というわけでですね、ちょっと、LED をチカチカさせるのにも、そろそろ飽きてきたかなと思いますので、次回はですね、シリアル通信をやってみようかと思います。ですね、ハローワールドをやります。で、ハローワールドっていうのはですね、バンプオブチキンの下の題名にもなってますけど、PC なんかですね、プログラミングの勉強をするときに、最初にやるお題として有名です。で、マイコのプログラミングの場合は、LED をチカチカさせるのが、このハローワールドに当たる最初の門なんですけど、次回はですね、ちゃんとしたハローワールドっていうのをやってみます。はい。どうやるかはまたやってのお楽しみなので、次回を楽しみにしていてください。はい。では、ここまでご視聴ありがとうございました。この動画ですね、勉強になったなと思われましたらですね、高評価ボタンだとか、チャンネル登録だとかしていただけると、ここは大変嬉しいです。ではまた次回、よろしくお願いします。